皆さん、こんにちは。アリョーナです。アルビーナです。はい、今日はですね、引き続きアルちゃんとのおしゃべり動画なんですけど、今日はね、日本語についてお話ししたいと思います。でね、それにはきっかけがあって、ね、実はアルちゃんは先生なんですよ。こう見えて。こう見えて、今日はすごい、いつも美しい私のアルちゃんなんですけど、今日も美しくてね。で、アルちゃんは、今3つとも教えてるよね。今英語とロシア語と日本語を教えています。そう、日本語がメインでっていう感じですけど。はい。で、それがね、最近は、アルちゃんと私は本当に毎日LINE してるぐらいの仲良しなんですけど、なんかアルちゃんからよく、すごいなんかまた日本語の生徒が増えて、もうスケジュールやばいんだけどとか、最近めちゃめちゃそういう連絡をもらうから、皆さんとシェアしたいんですよ。アルちゃんの日本語の生徒ってどんな方々？本当にそれぞれで、もう高校生もいれば、はい、一番年上の方は50代ぐらいかな。それロシアの方で、もちろんみんなロシア人で、日本に興味を持って、日本語を勉強したいということで。はい。そうだから今はこう時代だけでやはり日露関係っていうのはとっても難しいんですけど、なんか私として非常に嬉しかったのがね、こういう関係でも実はロシアには日本が好きな人は変わらずたくさんいて、で日本語を学びたいっていうその方も今も変わらずたくさんいるんですね。実は、今年ロシアに帰ってきたんだけど、その時にロシアにあるアプリで登録して、自分が、日本語教師として登録したんですけれども、そのアプリで登録するともう本当に毎日のように日本語のその募集が来ていて、すごいよね。本当に多分アルちゃんはもうそろそろ多分スケジュールの限界が来るぐらいにもう来ました。もう来ましたか？もう生徒も新しい生徒お断り。だから今の生徒さんでもうここまでですってね、終わる方がいたら代わりに今後受付できるできるかもしれないけど、実はですね、多分アルちゃんも予想外だったと思うんですけど、こう登録したらそれだけたくさんの方々がやっぱりびっくり。さっきね、アルちゃんが、いろんな人いるよって、いろんな生徒さんがいるよって言ったけど、例えば、どういう方々多い？もうちょっと詳しく話すと、何をきっかけに日本語を勉強するのと、あと何を目指して日本語を勉強したいのかとか、目的も様々で、一番多いのはやっぱり日本の文化、アニメとか、漫画とか、日本語が美しいと思ってる人が一番多くて、でそれでいつか日本に行ってみたい、旅行したりとかいろいろ留学したいという方は？留学したい、仕事もしたいという方もいますですね。結構週に3回ぐらい、あと実は今日本にいて、日本の日本語学校で勉強していて、ただやっぱりちょっと練習が足りないという生徒も一人います。確かその生徒さんはもう日本大学に入りたいって日本の大学で勉強したいので、今日本語の勉強を頑張っています。すごい、でも大変だろうけど頑張ってるんだろうね。みんなすごい本当に必死で、日本語が上手になりたくて、もう毎日勉強しています。すごい、なんか私ももうちょっと泣きそう。感動する。難しいね。我々にもね、日本語を勉強しましたっていう時代がね、やっぱりあったよね。だから今も勉強してるんだけど、たまにその日本語の雑誌を読みながら、漢字を勉強したり、新しい単語を勉強したりしてるので、勉強は一生終わらないんですけど、そうね。頻度はちょっと変わりましたね。そうね。あとは多分日常生活する上では我々はそれなりにはもう学べたから、なんか本当に高みを目指さないとなかなか勉強もうこれ以上はしないんだよね、日本語はね。私もなんか漢検とかわかるよね、漢検、受けてみたかったんだけど、なんか私もなんか受けようかな心折れた。ちょっと怖くて。私は準2級、私が準2級見ましたけど、舐めてましたわ。
12級でめっちゃ大変で、そう1級なんかはもう鬼レベル。いや私も教科書を見るだけでも、はい、もう心折れて目から血の涙がいやでも本当になんか私は自分がまだ日本語喋れなくてこう喋れるために必死に勉強したのがすっごい懐かしくて、ね。で私はまあ今日本語じゃなくて他の言語を勉強してるんだけど、そうか、そうだよね、るちゃんも。そう今は実は、スペイン語とイタリア語を勉強しています。すごい、イタリア語は私も今日初めだったんですけどらしいですね、はい、そう急に決まりました。なんかずっと悩んでて勉強しようかな、どうしようかな。でも結局まあ人生はもう一つですし、そうだね、もう今しかと思って、もう勇気出してレッスンを予約してみました。いや素晴らしい、あるちゃん勉強熱心でね。でも本当に言語の勉強って楽しいよね、そう楽しいんですけど、人によっては本当に、苦手な方もやっぱりいるじゃないですかね。あとは苦手じゃなくてもさ、時間がなかったり、そう時間がないとか、もう本当他のことを勉強して、それこそ時間取れないとか、あとは旅行行ったらさ、別にありがとうとかこんにちはぐらいはね覚えていいけど、その行った各国の言語を覚える必要もないじゃないですか。でも言語を使わなきゃいけない時とかあるから、そういう時のためには実は便利なものがあるんですよ。じゃじゃーん、こちらです。ちょっと今ピンと頭合いましたね。はい、こちらはタイムケットルさんのフレントトークの T1 のミニっていう、チビの翻訳機なんですけど、実はいただいたばっかりで、私はまだ使ってないんだけど、今日言語堪能なあるちゃんがうちに遊びに来てくれたということで、こちらをねT1 のミニを使いたいと思います。使ってみます。こんなものあるちゃんないよね。でも本当に気になりますね。本当になんていうか、今の世界ってありがたくて、例えばじゃあ、我々の両親が日本に行くとして、別に日本語も話せないじゃない。でもそうすると心配で、私がお母さんは一人でお散歩に行かせることはないけど、でもそれこそこういうものを母に渡して、ママ行ってらっつったら、多分母めっちゃ恥ずかしい。私は安心するけど、母ちゃんは多分恥ずかしがるのね。でも多分こういうものに、こういう翻訳機になれれば母ちゃんも自由に散歩できるかなと思うんですよ。はい、じゃあ開けてみるか。まだ本当開けてなくて、ではちょっとこの中身をまずお見せします。それではですね、こちらのフレンドトークの T1 のミニですね、翻訳機を開けてみます。本当にまだ開けてないから何が入ってるかは想像でしかわかんないんですが、じゃじゃん、こんな感じです。で、まずはこちらが取扱説明書ですね。結構しっかりとしてますね。英語と、あとは他の日本語もちゃんとありました。基本操作、こんな感じ。はい。で、これが説明書で、これが本体なんですけど、本当にね、ちっちゃくて可愛くてめちゃめちゃ軽いです。はい、もうね、軽い。で、あとは入ってるのは、こちらは付属品たちで、ケーブル、すごい。紐も入ってるんですね。だからこの紐に、こちらの紐なんですけど、通して、首にかけたりとかね、そういったようなこともできます。はい。で、あれかな？これが紐だったから、私の日焼けが。これはケーブルだ。そうだ。ここにしっかりとマークも出てましたよね。じじゃーん。はい。これがケーブルで、ちょっと開けないんですけど、これタイプ C ですね。はい。タイプ C で充電できます。というわけで、中身はかなりシンプルなんですけど、パッケージもしっかりとしていて、あと個人的にね、どうでもいいけど、この色味がすごい好きです。これめっちゃ可愛い、このブランドカラーが。では、私も本当にまだ移動してないけど、ちょっと今日2人でこれをね、使ってみて、どう翻訳できるか、ちょっとチェックしてみます。はい、今ね、電源つきましたが、電源ボタンは、この上にあります。この横ではないので、皆さん間違えないでください。で、ちなみにね、この、シールなんですけど、私はね、いつも外さなくて、そのまま使っちゃう人なんですけど、どうしようか。英語にしようか。英語にして、
で、NEXT。はい。で、これは、規約ですね。あと2秒でなんかエクスペリエンスが始まるそうなんですけど、はい。始めます。すごいいろんな言語出るんだけど、というわけでね、今我々はここ言語選んでるんですけど、英語にしてるからこれ全部英語なのね。で、アルちゃんはスペイン語はある程度はもうできるらしいので、私も聞きたくて、ちょっとスペイン語にしてみます。で、多分アルちゃんが手に持って、ボタンを押しながら喋れば、ではちょっとやってみます。アルちゃんのスペイン語を、日本語に訳すっていう実験でございます。Hola, me llamo Albina, soy de Rusia. Tengo 32 años. こんにちは。私の名前はエルビナです。私はロシアから来ました。私は32歳です。エルビナになっちゃったけどね。なんか名前がちょっと変わったんですけど、エルちゃん。今度からはエルちゃんと呼ぼうかな。っていう風に変わったんだけど、これ見ると本当にしっかりとね、訳されてるんですよね。あとはじゃあ逆にさ、私の日本語をロシア語に訳してみようか。今度はじゃあ私がやって、ロシア語もあるから、ロシア語。日本語から、そうだ。まずはこっちロシア語選んで、で、これは日本語。これ日本語。りょうなは何話そうかな。ちょっとじゃあ私も持って、これ押しながらやるよね。皆さんこんにちは。私はりょうなです。日本の山が大好きで毎週登っています。Всем привет! Меня зовут Алена. Я люблю горы Японии и поднимаюсь на них каждую неделю. なんか今笑ってしまったのはね、私も名前が日本語は正しく認識されたんですね、アリョーナ。でもロシア語訳がアリョーナじゃなくてアレーナだったから、ちょっと名前だけはちょっと敏感な。名前は単語じゃないからね、ちょっと違うから仕方ないけど、ロシア語めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗なロシア語で、こんな感じで文法間違ってないし、ね、単語の選びも何も間違ってないという感じで、これね、ここ私日本語だけど皆さんこんにちは、りょうなです。日本語大好きで毎週登ってます。私のなまった日本語でも拾ってくれるから、じゃああともう一個だけちょっとなんか訳してみる？何がいいかな？あるちゃんで訳してみたい言語ある？どうしようかな。イタリア語やっぱりちょっとやってみたい？やっぱりいや逆ねイタリア語に訳したい。イタリア語にね。でもそれ訳してもあるちゃん精度確認できないよね。なんとなくね、スペイン語に似てるから。なるほど、ちょっとやってみる。じゃあ、イタリア語からってこと？いや、イタリア語に。イタリア語にか。何語で？ロシア語にしとくけど。ロシア語。じゃあ最後に試しにイタリア語に訳すのね。で、あるちゃんはロシア語で言ってみる？そう、ロシア語の精度も試してみたいよね、これは。ではやってみますか。じゃあまた自己紹介で。ロシア語でお願いします。Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я из России. Мне 32 года. Mi chiamo Albina, vengo dalla Russia. Ho 32 anni. いいね。このロシア語拾ったのも全く間違ってないし、今回やっと名前がね、正しく。今回はイタリア語向いてるかもしれない、ロちゃんはね。スペインなんかね、そう、こっちはね、日本がエルビナだったけど、こっちはね。これは私もなんか見ても、イタリア語なんか正しそうだよね、これも。発音もなんか綺麗だった。ね、発音も綺麗だったよね、本当に。はい、というわけで今日はですね、この子ですね、ちっちゃい翻訳機なんですけど、タイムケットルさんの T1 のミニをちょっと使ってみました。あるちゃん、感想どう？いや、すごいね、優秀。なんかね、私も結構感動しましたね。はい。これあれば、もう私みたいにもう必死に勉強しなくてもいいし。でも勉強するのもいいですよ。勉強するのもいいんですけど、そのまま持っていって、使えば全然なんか楽しく旅行できそうだし、そう、なんか私ももうほんとここ 3,4 年ぐらい海外旅行行ってないけど、実は YouTube チャンネル開設する前はかなり海外旅行行ってて、英語で通じる時も多いけど、なんかもうちょっと話したい時とか、あとそうだ、一回それこそイタリアでママと
タクシー乗って早朝に空港向かってたけど、なんか母が忘れ物して大変だったのに、なんかドライバーさんと全く通じなくて、喋れなさそうね。そのドライバーさん女性で、しかもなんかちょっとめっちゃ感情的でイタリア人らしく、なんか感情を出してめっちゃ喋ってくるけど一切英語は通じない。もうイタリア語でずっとブワーってやって、これがあればその時もね、お母ちゃんすごいなんか気にしてた。何言ってるか分かったっつって。そのイタリア語のレッスンの時の私。おじさん何言ってるか分かんない。まあでも本当にこれがあれば、私今度は旅行行く時にこれ連れて行こうと思います。英語圏の国はちょっと負けたくないから、英語だけは自分で頑張るけど、まあ英語圏じゃない国はもうこれでやっていけばいいんじゃないかなと思います。じゃあこの翻訳機の詳細は動画のね概要欄に載せておきますので、皆さんぜひチェックしておいてください。で我々はね、今日はもう翻訳機の話もしたけど、またね総まとめとして、今は大変な時代なんですけど、日本語という言語は今も多くのロシア人に好かれて、で、日本に旅行に来てみたいとか、ね、留学したい、仕事をしたい。そう、あとは純粋に多分趣味でなんか日本語綺麗だから学んでみたい、そういう方は今も変わりなくたくさんいます。で、私としてはなんか今すごい心が苦しいところも多いんですが、こういうのはやっぱりすごいよかったねって、なんかほっこり、あるちゃんとしてもさ、ほっこりしない？私もすごい嬉しいね。こんだけたくさんの人がさ、やっぱ日本語を学びたいと思ってくれてるのもね、やっぱり日本とロシアの間の架け橋になりたいね。そう、多分あるちゃんはそれをすごい感じてるんだろうね。私ですら感じる場面もあるけど、日本語を教えてるあるちゃんは多分すごい誰よりもね感じてるんだろうね。はい。今日はじゃあこんなところかな。言語楽しいし、で日本語はロシアで今もずっと愛されてるし、であとは世界が進化してきて、こういうね T1 ミニのような便利な翻訳機も出てますよっていうところの動画でございました。はい。では今日はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。